はい、こんにちは、店舗です。今日はこんな感じで、ライトなタクタイル音が楽しめる ZOS のライトミルクスイッチをご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、KP リパブリックさんにご提供いただいたこちらの ZOS のライトミルクスイッチのご紹介をしていきたいと思います。でこのスイッチで僕がですね一番気になっている点としては、こんな感じの素材の組み合わせとなっておりまして、ステムはポムという形になっていて、トップハウジングがモディファイドポム、そしてボトムハウジングがナイロンという組み合わせになっているわけなんですけれども、ポムとナイロンという組み合わせはこちらの記事でも紹介をしているんですけども、ことことになりやすいキースイッチであるはずなんですけれども、ボトムハウジングとトップハウジング、これが通常であればナイロン、そしてステムがポムという組み合わせではなくって、今回はトップハウジングとステムがポムだという点がですね、このキースイッチの特徴でもあるので、その点がどういうキースイッチの音になっていくのかという点は非常に気になっているなという感じです。今日の動画ではですね、このキースイッチのスペックを確認した上で、キースイッチ単体の音、そしてキーボードに取り付けた時の音、良い点悪い点総合評価という流れで進めていければと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧になっていただいて、こちらがですねゲットしたいキースイッチなのかという点を判断いただければと思います。でちなみにこのキースイッチですね、見ていただいて欲しいとなった場合には、KP リパブリックさんで購入することができますし、こちらの私のクーポンコードを使っていただけると、なんと5ドルもオフしてくれるような形になってますので、ぜひ使っていただければと思います。テンパパ TV ではこんな形で、新しいキースイッチの紹介定期的に行っていますので、見逃したぜってならないようにぜひチャンネル登録していただいて、最新動画チェックいただければと思います。それでは本編スタートです。それでは早速キースイッチ見ていければと思います。まずですね、外観なんですけれども、上がピンク、そして裏がですね、ライチのような赤ですね、そしてステムが黄色という形になっているので、本当ライチみたいな色合いになってるよという感じです。で裏は5ピンとなってますので、安定感があるようなキースイッチなんじゃないかなと思います。それではですね、スペックご覧になってみてください。まずプライスですね、1個あたり 0.26 ドルという形になってまして、タイプがタクタイルとなってます。トップハウジングがモディファイドポム、そしてボトムハウジングがナイロン、ステムがポムというような素材の組み合わせになっているよという感じです。でスプリングが 22mm のダブルステージという形で、かなり長いスプリングをしているというのが特徴的かなと思います。でトータルトラベル 3.2mm、 ボトムアウトフォースが 50g のプラマイ5ということなので、この辺は多分ですね、個体によって誤差があるよということを示してくれてるんじゃないかなと思います。でファクトリルブは Yes という形になっております。でこちらのキースイッチですね、この箱の方に内容のところが書いてあるんですけども、気になった点としては、見えますかね、このステムのところの部分の素材なんですが、こっちの箱の方にはポムタス SL、 多分シリコンだと思うんですけども、が入ってると、組み合わさってると、混ざわさってるよっていうことが書かれているので、もしかしたらここがですね、実はこっちの組み合わせなのかもしれないので、その点はちょっと見ていければと思います。見ていこうと言ってもちょっとシリコンが入ってるかどうかの、違いがわからないですけども、とはいえ一応その表記としてはこんな感じというところになってます。であとファクトリールブの件なんですけれども、見えるかわかんないんですけれども、ちょっと分解した時のですね、このステムのところにスライトリーでルブがされてたので、液体性のルブがされてたので、この辺が実際に打ってみてどんな感じかなというところは非常にポイントかなと思います。であとは先ほども申し上げましたけれども、こちらが分解した時の画像になるわけなんですけども、 22mm のダブルステージということなので、めちゃくちゃ長いのがわかるかなと思いますし、ダブルステージということなので、徐々に重さが上がっていくような形なので、これを感じるかという点もですね、キーボードに載せた時、もしくは単体で聞いた時、チェックしていければと思います。それでは次のチャプターでですね、キースイッチ単体の音を聞いていければと思います。それではどうぞ。それではここからはキースイッチ単体の音をですね、聞いていければと思っております。今日はですね、まずこのキースイッチの型付きチェックしてみてください。それではどうぞ。いかがだったでしょうか。縦に関しては結構揺れるかなと思うんですが、横はですね結構タイトめかなと思ったんですが、皆さん感想としていかがでしょうか。私自身も実はその型付きに関しては最近しっかり見始めたので、ちょっとこの基準を今探している部分なんですけども、皆さんのですね感想もしあればコメントに寄せていただけると嬉しいなと思います。それではここからはキースイッチ単体の音を聞いてもらえればと思ってまして、キーキャップを何も取り付けないままで聞いていただくのとともに、SA プロファイルとあとチェリープロファイル、この2つもですねキースイッチにキーキャップを取り付けて音を聞いてもらえればと思います。それではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。かなりですね、これタクタイルとしてはライトタクタイル、軽めのタクタイルだなという感じの印象です。で、実際に結構タクタイル感の強いグローリアスパンダ、こちらですね、前レビューしてますけれども、こちらのキースイッチのこのステムの部分と比較してみると、はい、こんな感じになるわけですけども、このバンプのこの山の部分がですね、見ていただいて分かるように、グローリアスパンダの方が山のこのへこみと上り具合が差があるのが分かるかなと思います。このライチーの方は一方で結構そこの部分が浅めということがあるかなと思いますので、この部分がですね、タクタイル感の違いが出ている部分なんじゃないかなと思いますから、そういう意味でも今回のこちらのライチーに関してはですね、ライトタクタイルで考えていただくといいのかなというところがキースイッチ単体で聞いてみた時の音という感じです。で、音の部分とダブルステージの部分、こちらに関してなんですけど、まず音に関してはやっぱ結構コトコト感が出るかなというところなんですが、ちょっとこれはですね、キーボードに載せてどうかっていうのをチェックしたいなという感じと、ダブルステージに関しては残念ながら私はあんまり敏感ではないので、もちろんタクタイルっていうのもあるんですけども、そんなに感じられてないので、この辺もキーボードに載せてどうかという点を見ていければと思います。それでは次のチャプターどうぞ。はい、それではここからはキーボードに乗せてですね、音聞いていければと思います。で、今回2つですね、キーボードを使っていこうと思ってまして、まず1個目がこの QK65 というキーボードになってまして、ガスケットマント構造をとっているようなキーボードで、アルミニウムのケースにポムのスイッチプレート、そしてこちらがですね、SAP というシグニチャープラスティックス、こちらになりますけども、このキーキャップが取り付けられているというような形になってます。続いて2つ目のキーボードはこちらのプランク V7 という、はい、こちらのキーボードになってまして、トレイマウントのキーボードになってまして、アルミニウムのケースにスチールのスイッチプレート、そしてこちらが、はい、こちらのプロダクティビティというドミキーのキーキャップが取り付けられていると、 PBT 製になりますけどもあるという感じなので、これに取り付けて音聞いていければと思います。はい、いかがだったでしょうか。ここからはプロ&コンズという形で良い点悪い点しっかりお伝えしていければと思います。まずは良い点ということで3つあるかなと思ってまして、まず1点目が安いというところにはなってまして、プライスが 0.26 ドルという形になりますので、通常だいたい 0.5 とかが多い中で、この 0.26 っていうのはかなりお安いので、手が出しやすいなというのは間違いなくあるかなと思ってます。KP リパブリックさんですね、基本的に送料無料で、あんまり買いすぎちゃうと無料じゃないんですけど、送ってくれるので、そういう意味でも買いやすいキースイッチなんじゃないかなと思ったという感じです。続いて2点目なんですけども、このコトコト感がですね感じられるっていうのはあるかなと思ってまして、ただめっちゃコトコトというよりはやっぱですね、この軽さもあるんかもしれないですけど、軽めのコトコトかなというのは皆さんもさっき聞いていただいて感じた部分なんじゃないかなと思います。とはいえやっぱこの素材のですね組み合わせ、ポムとナイロンというこの組み合わせからコトコト音が出やすいキースイッチかなと思いますので、そういう意味でもそういうタクタイル系を探されている方というのはおすすめかなと思ってます。続いて3つ目なんですけども、このライトタクタイルというのはですね結構おすすめだなと思ってまして、特にリニアスイッチからタクタイルスイッチに乗り換えを検討されている方に対しては、いきなりタクタイル感が強いものを行くよりはある程度ちょっとライトなタクタイルを選ばれた方が
この辺のですね、なんですかね、驚きというか、上っていう感じがですね、なくなりますので、そういう意味でもこのライトタクタイルっていうのはですね、意外にいいんじゃないかなと思って良い点に挙げさせていただいたという感じです。続いてダメな点というところなんですけど、これは2点あるかなと思ってまして、まず1点目は、これは好みだと思っていいと思うんですが、先ほどの逆になるんですが、ライトなので、タクタイル感をめっちゃ感じたいという人にはちょっと微妙かなというところはありますから、その点ちょっと気をつけていただけるといいのかなと思ってます。で2点目なんですけども、先ほどのところの、ダブルステージのところ、そして、ファクトリールームのところに関してなんですけど、ダブルステージに関してなんですけど、このキースボードに取り付けてもやっぱりあんまり正直感じなかったなというところがありましたので、その辺はちょっと残念だなと。残念というか、ちょっとタクタイルなのでっていうのもあるし、私がちょっと鈍感なのでっていうのもあるんですけど、あんまりそこのダブルステージ感じられませんので、ダブルステージをしっかり感じたいという方はちょっと微妙かなという感じです。続いてのそのファクトリールームなんですけども、さっきの単体のところでも聞いていただいてもしかしたら感じたかもしれないですが、多少ですね、かすれ感の音あるんですけど、それでもやっぱりこの素材の組み合わせから比較的スムーズに入っていくようなキースイッチですので、そんなに気にしなくていいかなと思いますし、タクタイルに関しては、こちらの動画で以前取り上げてるんですけれども、あまりタクタイルキースイッチにルブしてしまうと、タクタイル感がなくなってしまうと、ただでさえこれライトタクタイルなので、これぐらいで留めておくのがいいのかなと思うと、適量なルブがされてるんじゃないかなというのが今回思ったところで、もしかしたらそれが嫌だという方もいるかなと思って一旦ダメな点に入れさせていただいたという感じです。それでは総合評価ということなんですけど、5点満点中そうですね、4ぐらいは上げていいんじゃないかなと思います。引いた1点に関しては先ほどのダブルステージとこのライトタクタイルが好きかどうかという点が、結構ですね、人によって分かれるなという形なので1点引いたんですけども、結構私はですね、安いですし、コトコト音がそこそこ出ますし、ロングのスプリングなのでクッション性があって打ちやすいのは事実なので、そういう意味でもそういうキースイッチ探されている方にはおすすめかなと思いますので、0.26 という手が出しやすい価格帯でもありますから、まずは例えば1セット買ってみて、よかったら追加で購入するみたいな、よく私がやるんですけど、そんな形でやっていただくと楽しいんじゃないかなと思いましたというところです。でちなみにこのキースイッチ、欲しいとなった場合には先ほど冒頭でもお伝えしましたけれども、こちらのですね、私のクーポンコードを KP リパブリックさんでお使いいただけますので、使っていただいて5ドルオフしてもらってお得にお買い物していただければと思います。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンバード TV ではこんな形でキースイッチの紹介定期的に行っていきますので、見逃したぜってならないようにぜひチャンネル登録していただければと思います。またこんなキースイッチ紹介してほしいとかあれば、ぜひコメントなんかお寄せいただければと思いますし、過去に挙げたキースイッチの再生リストは上のところに貼り付けておきますので、ぜひチェックいただければと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。